こんにちは、ネイジの猪俣です。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回ついに来ました。世界一周旅が始まります。こちらの動画が公開される頃にはきっと私はもう旅に出てる頃かと思います。ぜひ温かく見守っていただけると嬉しいです。今回紹介する動画はパッキング動画と、あとは今後私が予定している世界一周のルートを簡単に紹介をしたいと思います。なのでよかったら最後までご覧ください。ちょうど今パッキングの撮影を終えたところなんですけれども、あと30分後ぐらいに集荷が来てしまうのでちょっと大急ぎで撮っております。できれば旅に出る前に編集をしたいなと思ってます。ちなみに今日の日付はですね、2026年の4月6日になります。で出発は4月9日になるんですけれども、少し早めに集荷をお願いしました。で今回サブバッグに持っていくのはこちらになります。これはですね、ユニクロとマリメッコがコラボしたサコッシュになります。黒いタイプで、本当にシンプルなものなんですけど、今回はこれにしました。で以前ですね、イタリアを周遊した時に持っていったのがこちらのタイプのサコッシュなんですけど、メンズでもレディースでもどちらでもおすすめなポケットいっぱいタイプですね。でこちらにするか非常に迷ったんですけど、今回はこのね、少し軽量タイプなのでこちらにすることにしました。で今回も私はリュック1つで旅をしてくるんですけれども、サイズがですね、正面からじゃ分かんない、サイドはこんな感じですね。幅20センチまでの規定があるんですね。飛行機の座席の下に入れるタイプですね。で私はANA の世界一周マイル旅っていうので特典マイルで取ったんですけれども、実際南米を旅するところはルートには組み込んでなくってメキシコまでにしてるんですね。なのでメキシコからその先は自分で航空券を取りました。で今回取ったのがアビアンカと、あとはラタム航空とかアルゼンチン航空。今回は LCC ではなくキャリアタイプの飛行機なんですけど、やっぱりランクがあって荷物を預けると1万円ぐらいアップしてしまうんですね。なのでできるだけ安く収めるために手荷物にしました。で手荷物っていうのは身の回り品と、あとは機内持ち込みっていうのがあるんですけど、私は今回は身の回り品という部類の中のリュックで行くことにします。なので身の回り品は、1つまでっていう風になったら、これをこのリュックの中に入れないといけないんですね。なので入れてくださいって言われた時に収まるようなサイズと、あとは10キロ未満っていう規定があるので、その中に収まるようにしました。で実際に重さを測るとこれとこれを合わせてちょうど10キロぐらいになってます。なのでこの後この中は減っていくだけの液体物とか減っていくだけなので問題ないんですが、一番最初にアビアンカに乗りますのでちょっとそこをクリアしなきゃいけないなっていうのと、その後ラタム航空にも乗ります。ラタム航空は結構手荷物が厳しいというふうに聞いてますので、もしオーバーしたら、支払えばいいかなとは思うんですけど、できるだけですね費用を抑えたいのでこの中に収めるようにしました。なので今はですね、ここにネックピローを入れてます。ネックピローを入るスペースにこれが入るような感じです。ネックピローは身の回り品ではなく身につけていけるので、あとは着込んだりとかして減らすことができるのと同じように身につけていけるものなので問題ないかなというふうに思っております。こんな感じでパッキングが終わりましたので、この後旅のルートを紹介して、その後にパッキングの様子を紹介したいと思います。今回の世界一周は2分割に分かれています。1回ちょっと仕事で帰国する必要がありますので、1回目の40日間の周遊コースを紹介します。まず成田からメキシコに飛んで、その後約2週間かけて南米を周遊するコースになります。今回の世界一周に含まれているのはメキシコまでなので、それ以降は自分で手配をしました。最初はコロンビアのメデジン、その後ペルーのクスコ、マチュピチュ、あとプーノをバス旅で観光していきます。それからそこからまたさらにバスでウユニ塩湖まで向かいます。ウユニ塩湖からは一気にアルゼンチンまで飛んでイグアスの滝を楽しんだら、ブラジルからセントマーチン経由でメキシコに戻り、そしてワシントンに向かいます。ワシントンからはカナダのモントリオール、そしてイングランドまで一気に飛んでいきます。イギリスからは初めてユーロスターに乗ってパリに向かいます。
その後は電車やバス、あと飛行機を乗り継いで、最後ヘルシンキからイスタンブール経由で成田に戻ってくるルートになります。皆様の、行かれた経験とかもございましたら、コメント欄からお知らせいただけるとすごく励みになります。一応本とかあとネットとかの情報は調べてるんですけど、実際に現地に行かれた方の声が一番新しいかなっていうふうには思ってますので、よかったらアドバイスいただけると嬉しいです。それでは今回はリュックの中身とこのポーチの中身も一緒に紹介をしていこうと思います。これもいつも連れていくんですけど、メッシュのポーチになります。これダイソーで購入したもので、飛行機の中に入って座席に着く時にすぐ取り出して前のポケットに入れられるものです。すべてがこの中に収まっているので、これは名刺、あとフライトフラップ、蒸気でアイマスク、これもですね、一番最初の初回のパッキング動画で8枚丸ごと持ってったんですよ、箱ごと。でそれの最後の1枚です。マスクですね。使い捨てと洗えるタイプのマスクになります。でアイマスクももう薄っぺらい普通のにしました。あと着圧ソックス、今回は一番薄いタイプを持っていきます。このかかとから膝下までのものにしました。この USB タイプのタイプ C のコード、ちょっと長めのものですね。機内だとこの USB のタイプしか使えないので一応持っていきます。あとは歯ブラシ、歯磨き粉を入れてます。これ皆さん何だと思います？ダイソーで見つけたんですけど、なんとですね、圧縮タオルになってます。このちっちゃいのでタオルになるので、ちょっと臨時的に使いたいなっていう時に使おうと思って今回持っていきます。ちょっと開けてみようと思います。どんな感じなんでしょうね。すごい、この薄さ6ミリぐらいだと思います。厚さ6ミリで直径 4.5。 もうリュックが旅立ってしまったので、家にある折りたたみコップに入れてみます。こんな感じでちょうど膨れるんだ、こうやって。すごい膨張して、なるほど。おお、すごい。ペットボトルのちょっとの水ぐらいで使えそうですね。これ縦24センチと35センチぐらいですかね。いいですね。これ結構厚みもあるし、しっかりしてる。切れない。ちょっと簡易的に空港で深夜便とかに乗った時に顔拭く用にもいいですね。使い捨てにもできるし、6枚入ってるし、めちゃくちゃコンパクトなので、これはちょっと新しい発見、おすすめです。そしてですね、ちょっと直前にならないと思い出さないアイテムをまた追加しました。すべてダイソーで購入してます。もう今まで必要なかったんですけど、やっぱり大人のメガネが必要になりまして、さっきケースを探しに行ったらケース入りがあったんです。しかもこんなコンパクト、超ラッキーと思って、誰にも見せるわけではないので一応これで持っていこうと思ってます。そしてこのハサミなんですけど、機内持ち込み用って制限があって、この刃先から6センチ未満ってあるんですね。ただ飛行機によっても国によっても変わってくるので、一応危なくないものを選んできました。でサイズを測るとですね、刃先からですね5センチ未満になってます。この先っぽの部分が鋭利じゃないものを選びました。これで、そしてレインバッグカバーなんですけど、スーツケースじゃないんですけれども、今回リュックが覆いかぶさるような大きなサイズのものを一つ予備で持っていくことにしました。ちょうどいいからハサミ使います。これはですね、エアタグなんですけど、エアタグの電池が切れてましたので、新しく入れ替えていくことにしました。今回エアタグ3つ準備していきます。どうやって開けるのかなと思ったんですけど、これをギュッと押しながらくるっと回せばしっかり入ります。で中を開けるとこんな感じです。ここに
今回連れていくサコッシュを入れてます。こんな感じで実際にはこんな風に背負っていきます。そしてガジェットポーチ、これは毎回紹介してますけど、ダイソーだセリアかな、セリアで購入したやつかな。この仕切りがついてるタイプのものです。まず今回は Apple Watch になったので Apple Watch の充電バッテリーと筆記用具、C タイプのコンセント、これで今回は、パソコンのバッテリーもこれで充電しようと思ってますので 30W タイプになるんですけど、こちら持っていきます。あとこれはスマホスタンドになります。非常に薄いダイソーで買ったんですけど、これは、スペインでいた時に使ったらすごく便利だったので、このスマホスタンド持っていきます。そしていつも紹介するダイソーの S 字フックですね。これもすごく便利。タイプ C のコンセントのコードになります。あとはパソコンから給電する場合に使えるようにちょっと短めのタイプ C のコードも持っていきます。小さなポーチ、これは YouTube 様からいただいたポーチなんですけど、今回は500メガバイトのハードを持っていきます。ちっちゃいですね。すごいスティックタイプのちっちゃいタイプでノック式なんですけど、こちらを持っていきます。タイプ C じゃなかったのが惜しいので切り替え用のものも持っていきます。こんな感じで切り替えればダイソーとかで売ってるんですけど、タイプ C に切り替わります。この普通の USB のタイプですね、こちらとタイプ C がつなげられるもの、こちらはどこに行っても使えるので、電車の中とかあとバスの中とかそういうところで使えるかなと思ってこちら持っていきます。長めのものは先ほどのポーチの方に入っているのでいいかと思ってます。そしてこちらもタイプ C のコンセント、あとはカメラに必要な、SD カードですね。今回ちょっと初登場なんですけど、このクリップを持っていきます。これは何に使うかっていうと、例えば洗面とか行った時に何もかけられるものがないっていう時にこれを使うとですね、いいんじゃないかなと思って、こうやって例えばこうやって挟んでこんな感じにすればこの状態でフックにかけられるんですよ。軽さ重視でいきますので、こういうもので代用できるものをなんかね考えてみました。あとはこれも小さいスマホスタンドですね。これなんとなくいつも連れていくんですけども、ちっちゃいからいいかなと思ってできます。それから今回はスマホ用の透明なこの防水シートを持っていきます。この中に入れて撮影するものです。これはですね、滝を巡りますのでちょっとついてた付属品とかを全部切っちゃったんですけど、これだけで持っていこうと思って分解しました。こちらを持っていきます。あとは最後カナルタイプのコードタイプのイヤホンですね。耳栓代わりになるので今回も持っていきます。このポーチ非常に便利です。例えばね、こういうのをこうやってこんな感じでフックでぶら下げられるという意味です。あとパッキングキューブの中身紹介していきます。今回こんな感じで細々したものを入れてます。食材系ちょっと紹介しましょうか。これ龍角散のラーメン紹介されている方非常に多いですよね。なので私も喉痛めた時にこれを舐め始めたら結構良かったので、今回これを持って行ってで半分ぐらいは減らしました。これ1袋で 88g あるので半分ぐらいにしたので 40g ぐらいになってると思ってます。ちょっと測ってみます。50g でした。多分大丈夫だと思うんですけど NG だったら削除しようと思って置いていこうと思うんですが、最近気に入って飲んでるこのコーンスープ、タンパク質の朝のね1杯でお腹が膨れるかなと思いますので、これはね2つ予備で持っていきます。あとはやっぱり塩味が欲しくなると思ってわかめですね。わかめも4回分、家にあったスタバの抹茶スティック、そしてコーヒーセットですね。コーヒーセットを2セット、あとお箸2膳と先割れのスプーン
普通のスプーンっていう感じですね。あとは予備でジップロックを2つ持っていきます。そして常備薬ですね。これは今回ダイヤモックス、高山病予防のダイヤモックスを処方してもらいました。あとはいつも持っていく洗濯物用のですねと枕はずっと持ってってます。こちらシルクのスカーフなんですけれども、こんなに大きいの。今回はですね、夏と冬と春を行ったり来たりするようなパレオにもできるっていうところがいいかなと思いました。エステでねいただいたのでこのまま持っていこうと思います。結構大判です。あとは春カイロ2枚予備に持っていきます。今回水着も持っていきます。セパレートタイプのものですね。そしてもう一つのパッキングキューブの方には今回シューズを入れました。いつも持っていくこの子クロックス、もう3年目になるかな。旅でしか使ってないんですけど、前回ちょっと豆を作ってしまったのでもうちょっと新しいのにしようかなと思ったんですけど、シャワーキャップね探したんだけどちょっと今回見当たらなかったので今回これにしてます。そして普段いつも持っていくウルトラライトダウンジャケット、中は白が入ってます。ポーチだけなくしちゃったんです。そしてこれハンドメイドチャンネルの方で紹介しています、主にお化粧ポーチになります。お化粧ポーチとかあとは細々したものが入ってます。巾着でマチを大きめに作ったのでガバッと使えるような感じです。ごちゃごちゃ鏡とかいろいろ入ってます。あとハンドクリーム、折りたたみコップはもう必需品です。こんな感じで小さくして使えます。歯磨く時とかね空港とかで使えますのでこれは常に持っていってるレギュラーです。パウダーを持っていきます。あとここにも圧縮タオルを2つ予備で入れてます。それから忘れちゃいけない体温計、あと無印で購入したこの裁縫セット、ちっちゃいタイプ、あと目薬とか、あとはメイクアップ用のものですね。このコームも何回も登場してますけど今回新しく買い直したものですね。セリアで売ってます。手荷物は20センチ四方のポーチの中に1キロ未満で入れることが厳守になってます。だいたいこれで600グラムぐらいに収めました。で今回もですねちょっと重いんだけど、100グラムぐらいあるんだけど必ず持っていってるのがこちらのシートマスクになるんですが、どうしてもね紫外線が海外強いので、あと今回標高の高いところに行きますのでこちらですね、毎回私は旅のために連れて行ってるんですけど今のところね引っかかったことないので大丈夫かなと思うんですが、これ1つの袋で 150g になってるんですよ。で一応液体物には入るそうなんですが前回持ってった時は特に言われなかったので大丈夫かなというふうには思っております。トリートメントミニサイズ 70g のもの1つ持っていきます。あとは歯磨き粉と今回私のメイク下地になるダルバですね。ダルバこれ全身に使えるので日焼け止めとしても使えるからこれ1本で間に合わせようと思ってます。オリビスの洗顔と容器の方に移し替えました。この中にワセリンが入ってます。保湿クリーム、試供品なんですけど、あったので持っていきます。でこれは中身は変わってますけれどもオルビス U が入ってます。もう一つもオルビス U です。この2つでだいたい40リッターなので、あとはオイルですね。ヘアオイルとしても使えるし全身にも使えるオイルです。メイク落としなんですけど洗顔料と合わせてこのリキッドタイプのサンプルを持っていこうと思ってます。あとはちっちゃいボトルを入れていきます。こちらはですね織物シートがたっぷり入ってます。今回はマリメッコのエコバッグを連れて行きます。マリメッコでテンション上げようと思ってこんな感じで世界対応のプラグですね。 USB が2つ入る穴が開いてるのでこれ非常に便利です。
そしてここの中にはリュックが入ってます。これもですね、リメイク動画を公開予定なんですけれども、以前ナップサックとして持っていったものをリメイクして、こんな感じでファスナータイプに切り替えました。ここにパソコンも入れて持ち歩けるようにして、背中にフィットするようにしたので、比較的このショルダーのこの長さは短めになってます。あと発売がね、夏になっちゃいましたけど、オリジナル生地でポーチを作ったので、これに入れて早速使います。めちゃくちゃ可愛いですよ。これね、グレージュなんですけど、とっても品のある柄になりました。ヘアアイロンですね。これは娘に借りた、今度はコンパクトサイズ、サロニアのちっちゃいタイプですね。ケースの方がでかいからどうしようかと思ったんですけど、やっぱり危ないので一応ケースに入れて持ち歩きます。折りたたみ傘ですね。これもね、雑誌の付録なんですけど、軽い軽量のタイプなんで、日傘と雨と兼用になってます。これはランドリー、このウォッシュですね。下着とかは手洗いできるけど、肌着系はやっぱりちょっと手洗い難しいので、これでシャカシャカやって洗って、あとはタオルでギューッとね、ホテルのタオルでギューって脱水すれば意外とすぐ乾いちゃうので、これを持っていきます。これダイソーで100円で売ってます。前回のアブダビで使いました。これもね、なくていいんじゃないと思ったんだけど、今回ね、荷物が増えた時用に IKEA のバッグを持っていくことにしました。海外の方がリール動画で紹介されてて、なんと後ろがリュックになってるんですね。だからものすごい大雨が降った時とかは、このリュックをこの中に入れて持ち歩くこともできるし、あと1回私はこのリュックを飛行機に預けなきゃいけない状況がアルゼンチンであるので、なのでその時にこれに入れて預けようかと思ってます。番号これになります。よかったら参考にしてください。今度は一番下にパソコン入れてみました。今回14インチの MacBook Pro ですね。いつも連れて歩いているものです。こまごましてる。この中はダイヤルロックですね。これは安全予防に持っていきます。あとはサングラス、そして、レジの袋、何かゴミとか何かに使えると思って一応一つ持っていきます。そしてここにはいつも紹介している洗濯ネットですね。普通のネットとどっちにしようかなと思ったんですけど、軽さがね変わらなかったので、ウェットタオル、速乾のタオルですね、こちらも持っていきます。あとは、現金を仕分けするポーチ、ジッパーを入れてます。この全部小分けにできる袋を入れてみました。ウェットティッシュを2セット、ポケットティッシュを2セット、これも以前紹介したことあるんですけれども、ダイソーのレインコートですね、ポンチョになるタイプ。洋服はかなり厳選しました。今回全てが、このね40日間になるんですけど、初回は40日間の、衣類が全てここに入ってます。靴下は3足、履いていく靴下はまた別にあるんですけど、結構やっぱり今回初回に行くのがメキシコになりますので、距離が長いのと、あと一日中ずっとね同じ靴下履き続けるので、最悪到着時に処分しようかなと思ってますので、穴が開いたやつとか履いていきそう。なので今回全部ねダイソーで揃えました。ちょっとカラーのソックスと、あとちょっと可愛いイラストが描かれたもの、それからあったかいソックスもう一つ入れました。可愛い柄でしょ。これで100円だったの。すごいね、ダイソーって。で、靴下は基本的に毎日洗うものなので、すぐ乾きますから、もうこれとこれで普段は行くんじゃないかなと思います。あと寒いところだけちょっと履いたりとか、あと部屋の中で履こうかなと思います。これアブダビで購入してきたこのパンツ、これも乾きがすごくいいので、水着る時に着用しようと思います。で、あとこれはナイトウェアとして夜着る、寝る時に着る服ですね。
今回はちょっとあったかいニットのタイプのものを1枚持っていきます。島村もね結構安いよね。ありがたいですね。そしてこれも同じく島村で半袖ですね。スカートは1着持っていきたくて、今回はこちらにしました。畳んでもシワにならないものを選んでます。シフォンタイプのものですね。そしてもう一つアブダビで気に入ったやつ、似てるんだけどデザインが、これは普段履くように持っていきます。黒い半袖、こちらも1枚。これは寝巻きっていうのかな、寝る時に着るパジャマ系になるのと、あと普段でも着れるようにして、ユニクロで購入したカシミヤタッチのハイネックのヒートテック、普通のヒートテックも1つと、寒いところ用のアンダーのヒートテックも1つ持っていきます。であとはショーツが前回も紹介したかな、島村のショーツですね。こちらを3個持っていく。あとはブラトップを2着以上になります。あとは着ていく服もあるので、これで今回は賄おうと思います。このテーブルいっぱいに広がってたのが全部ここに収まってます。パッキングキューブめっちゃおすすめです。前回もウエストポーチみたいにリメイクしたんですけど、ポシェットにもすることできるんですが、ちょっと体の中で見えないくするようにしてみようと思って、今回ですねこの高さもちょっと減らそうと思って、こういう畳鉢にしてみました。こんな風にしてちょっと安全を期して持っていこうと思います。でこの中には何が入っているのかっていうと、パスポートですね。パスポートもカバー付きだと言われちゃうので、そのままもうむき出しです、いつも。であと今回の旅でこのパスポートは最後になる予定です。仕切りをつけたので、ここに一応日本円の現金入れてるんですけど、現地に着いたらドルを引き出すので、100ドル札をこの中に入れる予定です。予備で持ち歩くためのクレジットカードですね。今回はソニーウォレットのカードで、今回ずっとドルを貯金しているので、ここから引き出すためにこちらを持っていきます。楽天のマスターカードです。では、このサブバッグの中身紹介していきます。まずですね、これはちょっとお守り代わりに生徒さんがね作ってくださったので持っていこうと思います。これは普段はですねポケットに入れて持ち歩くハンカチになるので、バッグの中には入れないんですけれども、ずっと使い続けたらどんな感じになるんでしょうね。はい、楽しみです。風合いもありがとうございます。であとスマホですね。いつも持っていくタイプのスマホにはクレジットカードを入れてます。あとはレボリュートをここに差し込む予定です。これはですねボトルホルダー入れられるようになっているので非常に便利です。これはちょっとつなげていこうと思ってて、あとはこれは作り方紹介してますけれども、ティッシュケースになってます。ティッシュポーチに入れられるのと、外に出しておけばいつでも使えるので、バッテリーはルールが変わったんですよね。なので手荷物に必ず入れることになるんですけど、荷物を上の棚にも入れられないので、自分の座席のところに持ち運ぶ必要があります。なのでこのバッグに入れてます。今回も2つ持っていきます。大きいタイプより、2つあった方が安心かなと思う。そしてガジェット系になります。三脚とか、あとは予備バッテリー、マイクが入ってます。それからポルトガルで買ったコイルのお財布、毎回海外行く時これ1個で使ってます。でここにレボリュートとか、あとはワイズとかが入ってます。ワイズは引き出し用に便利ってなってるんですけど、もしかしたらレボリュートだけにするかもしれないです。あとはウェットティッシュ、そして1回分のメイク道具ですね。ここにもタオルを入れてます。ワイヤレスイヤホンですね。毎回これ紹介してます。多分2000円か3000円かそのぐらいの程度で購入できる安いものですね。AirPods はちょっと落とすリスクが私は高いのでやめてます。
あとは4色のフリクションペンですね。これは旅中にちょっとしたことを書こうかなと思って、普通のボールペンももちろん持っていきますけれども、小さいエコバッグ、これ持っていくことにしました。何か持ち歩きで困った時に使えるかな、これで。なので今回はですね、こちらのマリメッコのショルダーを使おうと思っていて、短くすれば体にフィットするサコッシュになるし、長くするとポシェットとしても使えて、普段使いもちょうどいいなと思って、ちょっとこういうラフに出かけたい時にはこういう感じで使えるからいいかなと思ってます。イタリアを旅した時に持ってったのはこちらのサコッシュになるんですが、これはねポシェットみたいにして使えるんだけど、やっぱりちょっとごっつい感じにもなるし、あとやっぱ今回リュックの中に入れなきゃいけなくて、実際にこれに入れて重さを測ったところちょっと10キロオーバーしてしまう可能性が高いんですね。なので今回はちょっとこちらを断念して、ものすごい軽量のタイプのものにしました。あとサブで持ち歩くスマホ、これはですねギャラクシーになります。これは楽天モバイルで MNP してもらえるっていうか1円で購入できたやつです。これを今回サブ機として持っていきます。今まで7プラス持ってってたんですけど、このジャックが違うんですよね。なのでそのたんびにコードを持ち歩かなきゃいけないので、今回はタイプ C で統一できるようにしました。こちらを持っていくので、飛行機機内ですぐ使えるようにこのポーチに入れていきます。なのでこのショルダーも一緒に入れておこう。でエアタグはこの中に入れます。ではしょってみます。はい、今回はこんな感じで、ということでいかがだったでしょうか。今回はですね、またリュック1個で行くわけなんですけれども、ちょっとねこういうことができるのも今のうちかなっていうふうに思ってますので、ちょっと楽しんでいこうかと思ってます。ただちょっとリュックが重いとね、私ね旅中に2回ぐらい転んだことがあるんですよ。1回目はフランスで転んで、2回目は前回ねスペインでも転びました。でその時はリュック背負ってなかったんですけど、ちょっとやっぱりね体がね不安定になりがちなのかな。結構毎日歩きますので、ちょっと膝がねもたつきやすくなってて危ないなっていうふうに思ったんですけど、そういうところもあるので気をつけながら旅をしていきたいと思っております。でこの後の動画はですねできるだけ編集を減らしてスムーズに公開できるような工夫をしていこうかなっていうふうに思ってます。本当はね帰ってきてからやろうかなと思ったんですけど、意外とですね日が空いてしまうとちょっとリアルタイムな感じがないなっていうところもあって、自分的にも記憶が薄れないうちに残しておきたいなっていうところもありますので、ちょっと編集はね簡単になってしまうかもしれないんですけど、よかったら今後の旅の展開も楽しみにしていただけると嬉しいです。気をつけていっていきたいと思います。そのために髪の毛もですねバッサリ切って、あとはですねマッツパーかけて、ネイルももう今ボロボロなんですけど明日ネイルしてバッチリでいこうと思います。ちなみに、最後ら辺でフランスのパリに滞在するんですけど、フランスのパリはね誕生日が迎える日になってて、ちょうどですねスレッズで日本の方が住まいをレンタルされてる方がいらっしゃって、その方がネイリストさんなんですね。でちょうど1ヶ月後になるのでフランスのパリでネイルをしてこようと思ってます。それもすごく楽しみです。もうね集荷が来ちゃうので急いで片付けて準備したいと思います。はい、ということで皆様見守っていてください。行ってきます。ありがとうございました。